今まさに死者がよみがえろうとして我々人類に破滅をもたらすであろう。私は悪魔と取引をした。悪魔？本当の悲劇はこれからだ。主人は東京の方に呼び出されて、そこで不思議な力を手に入れたと。誰かを閉じ込めた。ある超能力者から授かったと。山村貞子。この中には恐怖の大王からのメッセージが入っているというのです。3カメディスクによってこのディスクはパスワードによって保護されていましたが、ある暗号を解くと開けることが分かりました。パスワードはリングです。あのディスクじゃないか。一部放送やめさせないと。それではパスワードを打ち込みましょう。見るな。カメラさん、パソコンが何なのよこれ。どうなってるのよ。どうしたんだよ。ちゃんと打ち合わせ通りやりましたよ。ただいまトラブルが発生した模様です。今しばらくお待ちください。今しばらくお待ちください。どういうことだ。高校の先生に科捜研の書院。面白い組み合わせですね。で、今日の放送のことで何か？ディスクを見ようとした時に突然パソコンが発光しましたよね。あれは何が起こったんですか？パソコンのシステムが壊れたんですよ。壊れた？ええ、原因はまだわからないんですけどね。ディスクの送り主は誰なんですか？さあ、僕は知りません。あのディスク今どこにあるんですか？うちのディレクターの高村が持っていると思いますけど。すぐにその高村さんに連絡してください。ディスクを返してほしいんです。なぜあなたたちに返さなきゃならないんですか？大里さん、あなたはあのディスクを見てませんね。ええ、見てませんけど。あのディスクはとても危険なものなんです。見ると大変なことになる。危険って、それは恐怖の大王のメッセージが入ってるもんですからね。そういうものではないんです。2週間前グリーンタワービルで6人の社員が死んだ事件を覚えていませんか？ああ、覚えてますよ。うちの局でも大きく取り上げましたからね。あの人たちはあのディスクの映像を見て死んだ可能性が高いんです。まさか。本当なんです。あの映像を男が見ると死に、女が見ると見ると妊娠するんです。何言ってんですか？バカバカしい。もう帰ってください。待ってください。話を聞いてください。こっちは番組中事故があって大変なんだよ。そんなわけのわからない話に付き合ってる暇なんかないんだよ。おい、来てくれ。いや、本当なんです。ディスク返してください。押さないで。大里さん。待ってください。先生。
ここから盗まれたディスクを誰がテレビ局へ送ったんだろもしかしたらこれも山村貞子が手を下したのかも。う。先生、何を言い出すんですか？いやちょっと聞いてくれ。葉里村の今西は何かの研究のためにあの研究所に来ていた。そして今西はあそこで貞子から特殊な能力を授かった。先生はあの研究所に山村貞子がいたっていうんですか？ああ。それにテレビ局の人はどうしてあのディスクを放送しようと思ったんだ？あのディスクに入っているのは恐怖の大王のメッセージなんかじゃないはずだ。もしあらかじめディスクを見ていたら誰かが死んでるはずです。そうなんだ。ディスクの中身もわからないのにスタッフはどうして放送しようとしたんだろう。ここからディスクを盗んだやつはそれをテレビ局に送り、スタッフは何の疑いもなくあのディスクを放送しようとした。どうしてそんなことが起こるんだ。貞子は俺たちの気づかないところでもうすでに生まれ変わって動き始め、彼女のその力でスタッフを操っているとしたら。私、あの研究所を調べてみます。そこで何が研究されていたのかが分かれば全ての謎が明らかになると思うんです。俺はもう一度あのディスクを取り返しに行ってみる。まるで英雄気取りだな。笠原、なんだ勝手に。警察は騙せても俺は騙されない。お前は俺の女房を殺したんだ。言いがかりはやめたまえ。私はただ予言をしただけ。お前のはただのトリックだ。お前には共犯者がいるんだ。共犯者？お前がテレビで予言する。共犯者が女房の泊まっていた旅館に火をつける。それで女房が死ねば誰もが予言が当たったと思い込む。私はあなたの奥さんの死を当てただけに過ぎない。それじゃあ本当に当たるかどうかここで試してみるか。これから俺がお前を刺すかどうか当ててみろ。そんな当たるんだろう。やめろ、やめてくれ。また殺さない。絶対に共犯者を見つけてやる。そして二人一緒に殺してやる。
おい相原、この前の血液と指紋の件だけど、何か分かった？あの血液は人間のものだったけど犯罪事件データに該当するものはなかった。それからあの人形から指紋は出なかったよ。そう。あれどっから持ってきた？ここなんだけど。中央区新港。この住所に以前研究所があったらしいの。何の研究所だか調べてくれないかしら。なあ相原、あんまり勝手なことしない方がいいんじゃない？陸田部長が呼んでるわよ。今度は何を調べようとしてるんだ？今西という遺伝子工学の学者が4ヶ月前東京の研究所である研究に関わっていたらしいんです。そしてそこには山村貞子も関係していた。ですからそこを調べれば全ての謎が明らかになると思ってるのか？ディスクは取り返せなかったようだな。ゆうべ君の探しているディスクがあと少しのところでテレビで放送されそうになった。しかし君はそのことには触れずにその研究所とやらの話をしている。もう一つの手がかりにすがろうとしている。部長、本庁にあのディスクを押収するように働きかけてもらえませんか？所詮君は一人では何もできないということか？私はあの研究所を調べます。あそこには誰かが封印した跡がありました。その誰かを必ず突き止めます。重要なのは誰が封印したかではない。その封印を解いたのが君だということだ。なぜ目の前にあるものを見ようとしない？人形だ。人形が全てを知っている。人形だ。人形が全てを知っている。大里さん、あなたまた来たんですか？お願いします。高村さんに会わせてください。ディスクを返してください。僕に言われても困るんですよ。何してるの？高村さん、この人ですよ。ディスクを見ると死ぬとかなんとか言ってたの。あなたが高村さんですか？ええ。あなたはディスクの映像を見たんですか？いえ、私はまだ。あのディスクを見ると大変なことになるんです。すぐに返してください。お願いします。面白そうな話ですね。いいですか？私の話は本当なんです。後でお話聞かせてください。面白そうな番組になると思うから。どうして信じてくれないんですか？あのディスクのせいで私は大切な教え子をなくした。救ってやることができなかったんだ。二度とこんな思いはしたくない。こんな思いをする人を増やしたくないんだ。あなたの命だって狙われるかもしれない。あなただけじゃない。あのディスクを放送なんかしたら多くの人が死ぬことになるんだ。放送したくてももうできないんです。ディスクはもうありません。あの騒ぎの後、どこかになくしてしまったんです。誰かが勝手に持ち出したか。本当ですか？どうして私が嘘つかなきゃいけないんです？行きましょう。
なんとかしてくれ。笠原は私が奴の女房を殺したと本気で思ってる。あいつにもう少しで殺されるとこだったんだ。これじゃここから一歩も出られない。心配することはない。何？恐怖の大王が君を守ってくれるからだ。まだそんなこと言ってるのか。間もなく笠原に災いが訪れる。何をするつもりだ。笠原に何するつもりだ、あんた。私がするわけではない。一体何者だ。一体誰なんだ。あなた悩み事？どうして？ひどく疲れた顔してる。そうか？何かあったの？いや別に。高則に何かあったの？大丈夫、心配ない。元気にしてるよ。この頃高則の夢ばっかり見るの。夕べもあの子が一人でお見舞いに来てくれるの。高則に会いたい。直子、今度は一緒に連れてきてね。そうだな。高則に会いたい。高則に会いたい。あのディスクを見ると大変なことになるんです。あなたの命だって狙われるかもしれない。何よ、バカバカしい。どこ行くんだ？あ、私はみゆきたちと図書館で勉強しに。へえ、珍しいこともあるもんだな。雨降んじゃないか？ちゃんと原告もお前勉強してくれよ。西島。あ、先生どこ行くんですか？ああ、俺はほらお前の様子を見に来たんだ。ありがとう。ほら、でもね、私は元気だから。うん、安心したよ。どうした？うん、なんでもない。
何をしてるんですか？これ何の絵ですか？それがよくわからないんです。月の絵みたいなんですが。月の絵。3月ぐらいのことでした。不思議なことがあったんです。授業で夕べ見た夢を描けって言ったら、まるで取りつかれたみたいにクラス全員がこの絵を描いたんです。それじゃあ子供たちは同じ夢を見たんですか？ええ、どうやらそうらしいんです。この絵貸していただけますか？これはクラス全員が同じ夢を見てこの絵を描いたらしいんです。明石君、はい、資料室から今年3月に八王子で起きた事件のファイル持ってきてくれない？わかりました。小田先生、この月の絵とあの研究所と何か関係があるんでしょうか？まだはっきりとはわからないけど、子供たちが何らかのイメージ操作を受けたことは確かだろうな。イメージ操作？人の心理や行動を操作する方法にはどんなものがあるかわかる？催眠、洗脳、マインドコントロール。しかしクラスの子供たち全員に一度に催眠をかけることは不可能に近い。また洗脳とは薬物や暴力により意思の強制だから、こちらも行われたとは考えにくい。ということはマインドコントロール。でもカルト宗教などがそうだが、通常マインドコントロールは寝食を共にする集団生活の中で行われるものなんだ。それじゃどうして子供たちは？この絵を描いた子供たちに会った話が聞ければいいんだろうな。はい、先生。ありがとう。今年の3月に八王子市で子供が失踪したことがあったんだ。これだ。同じ絵。10日後に子供が発見された時、子供はその間の記憶を一切失ってたんだ。だから診察の時に記憶を回復させようとして絵を描かせたら、この絵を描いた。これがその子だ。この子は。もしもし。あ、相原か。どうした？ここがその女の子の家か。はい。それじゃあみちゃんは失踪していた時のことを未だに思い出せないんですか？ええ。4ヶ月前見つかって戻ってきてからはほとんど口も利かなくなってしまったんです。そうですか。双子だったんですか？ええ。こちらが亜美でこちらが妹の里美です。里美ちゃんは今どちらに？里美は亜美と一緒にいなくなって、帰ってきたのは亜美だけだったんです。里美は後になって遺体で発見されました。お母さん、この人形に見覚えありませんか？これはいなくなる時に妹の里美が持っていた人形です。どこでこれを？亜美ちゃん、
入るよ。亜美ちゃん。ねえ亜美ちゃん、さっきここで私と会ったわよね。覚えてる？どうしてこんなところで一人でいたの？この絵描いたの亜美ちゃんよね。何でもいいからこの絵を描いた時のこと話してくれない？亜美ちゃん、この絵は何を描いたの？何か思い出したら教えてくれないかな。じゃあこれは覚えてるかい？月の絵なんかじゃない。井戸だよ。井戸の底から上を見たものだ。山村貞子が見た風景だよ。出てきた。出てきた。何が出てきたんだ？ものすごい力でみんなで飛び落としたのに、里美が研究所ね。そこで何があったの？もう止められない。誰にも止められない。亜美ちゃん。誰？そこに誰がいたの？亜美ちゃんが失踪して発見されたのが4ヶ月前。小学生が絵を描いたのも4ヶ月前。その時あの研究所に貞子がいたんだ。これは井戸の底から貞子が見たもの。貞子の強力な念で周囲の子供たちが同じ夢を見て、それでこの絵を描かせたんだ。あの研究所、一体何の研究をしていたんだろう。何か特殊な能力を持った者たちが集められて研究対象にされていたのかもしれない。見たろ、亜美ちゃんには特殊な力があった。二人は研究所に集められ、そこで貞子と出会った。妹の里美ちゃんの死も貞子が関係しているに違いない。それじゃあ私があの研究所で会った女の子は亡くなった里美ちゃんだったのかもしれない。お前があの人形を持ち出したから家に帰りたくて、お前をお姉さんの亜美ちゃんのところまで導いたのかもしれないな。4ヶ月前、貞子は確かにあの研究所で復活しようとした。しかしそれは何らかの理由で叶わなかったんだろう。そして呪いのディスクによって今度こそ復活しようとしてるんだ。
先生。高村さん、19時から技術打ち合わせで20時からカメリハになってます。それから気分悪いですか？何でもないわよ。高村さん。それじゃあ貞子はもう生まれてるというんですか？貞子は存在しています。気配を感じるんです。まさかテレビ局の高村さんが？貞子を産んだ、すでにその高村さんの近くに迫ってきています。安藤さん、貞子を止めてください。私と一緒に貞子を止めてください。もしもし。あ、安藤さんですか？高村さんが大変なんです。高村さんが？大沢さん。安藤さん、安藤さん、高村さんが突然別人のようになって、まるで彼女が2人いるみたいなんです。やはり高村さんはあのディスコを見ていたんだ。高村さんはそれがどこに行ったのか。どうしたんですか？向こうです。あれ、小田先生。こんばんは。綾原君いるかな？あ、僕も今は帰ってきたんで。あ、そっか。あ、それ相原君が調べてる研究所の資料じゃない？そうなんですよ。僕も相原に頼まれて調べてたんですけど、ちょっとおかしなことが分かったんですよ。おかしなこ研究所の所有者を調べてたんですけど、それは誰だったと思います？科学技術省？そうなんですよ。この中に相原君が答えを求めていた事件の鍵があるのかもしれない。これちょっと借りれるかな？山村貞子。安藤さん、貞子がいます。
高村さん。安藤さん。高村さん。安藤さん、助けて大丈夫ですか？貞子はどこにいるんですか？今大里さんが警察呼んでます。しばらくここに隠れていましょう。舞さん。その人は高村さんじゃない。山村貞子。だった河合の共犯者をやったぞ。女房を殺したあいつをやったぞ。次は河合の番だ。お前は山村貞子なんだな。ねえ、どうしたの一人で。道に迷っちゃったの？あなた昼間の。お前は大きな間違いを犯した。お前は大きな間違いを犯した。もう誰にも止められない。大きな間違いって何のことだ？
あなただったんですね。みんな不幸になるんだよ。安藤さんたちがこれ以上関わるのは危険すぎます。あなたが貞子を止めたいと思えば、貞子は向こうからあなたに近づいてくる。あなたの命を奪うためにね。今夜あの研究所で貞子が復活する。